読書は推し活。フリーアトリエ生へようこそ、せいです。今回は、積読本100作読破チャレンジ4月の進捗報告をお届けします。このチャレンジは、1年間かけて積読本100作を読破しようというものです。チャレンジ対象本は、1月に公開した動画をご覧ください。4月に読んだ作品数は、6作。これで累計14作を読破しました。1作ずつ魅力と感想を紹介していきますね。概要欄に購入リンクも貼っているため、気になった作品があれば読んでみてください。9作目はミステリー小説から、アガサ・クリスティの連作短編集、火曜クラブです。アガサ・クリスティは、オリエント急行の殺人や、そして誰もいなくなった、など世界的名作を残していますが、同時に多くの名探偵も生み出しました。特に有名なのが2人。1人はエルキュール・ポアロ、もう1人が本作の名探偵であるミス・マープルです。ミス・マープルがどんな人物かを語る前に、この短編集のあらすじを紹介します。タイトルにある火曜クラブは学校のクラブ活動などではありません。ある家に集まった6人の大人たちが代わり番号に昔の事件について語り、他の聞き役の人々がその真相を推理し合うというものです。この短編集には全部で13編収録されているのですが、もともとは6編だけ。つまり集まった6人全員が話し終わったところで物語は一度完結していました。しかし、ミス・マープルが読者から人気だったため、別日にまた6人が集まったという設定で6編追加され、さらに別日の話が1編追加され、この全13編の短編集が出来上がりました。ミス・マープル初登場作品は、1927年に雑誌に掲載された本短編集の第1話、火曜クラブなのですが、この短編集が刊行されるよりも前に長編、牧師館の殺人が刊行されたため、ミス・マープル初登場作品を牧師館の殺人という人も多いようです。ただ、アガサ・クリスティがミス・マープルを初めて書いたのは、この短編集の作品のため、ミス・マープルシリーズを最初から追いかけたいよという方は、火曜クラブから読むことをお勧めします。続いて、ミス・マープルがどんな人物かお話しします。彼女は、イギリスの田舎に住む老婦人です。戦時代的な衣装を身にまとい、丁寧な言葉で話します。その田舎から出たことがなく、初見の人には、こんなおばあさん推理、まさか、と侮られるような人です。しかし彼女は、長年狭い村で人間を観察してきた経験から、村のあの人の事情と似ていますわ、と、火曜クラブのメンバーが語った事件を次々と解決してしまうのです。短編ということもあり、派手な推理書があるわけではありませんが、ミス・マープルの聡明さは十分伝わってきます。私は特に、第12話のバンガロー事件が好きでした。それまでの11話で、見事に事件を解決してきたミス・マープルが、皆目見当がつきませんの、とさじを撫でて帰ってしまいます。で、ここに来て、未解決で終わるの、それとも後日に解決、と思っていたら、またアガサ・クリスティにしてやられました。どんな謎が隠されていたのか、気になった方は読んでみてくださいね。既読の方は、コメント欄でどの短編がお気に入りか教えていただけると嬉しいです。10作目は SF 小説から、アンディ・ウィアーの火星の人です。映画オデッセイの原作で先日このチャンネルでも感想動画を公開したプロジェクトヘイル・メアリーと同じ著者の作品ですね。本作がどんな経緯で生まれたかちょっと面白いので紹介しておくと、火星の人はウィアーが2009年から自身のウェブサイトで連載を始め、読者のまとめて読みたいという要望を受けて2011年に Kindle で自費出版した作品なんです。99セントという最低価格で売り出したところ、発売から3ヶ月で35,000ダウンロードを記憶して SF 部門のトップ5に躍り出ました。その後2014年に出版社から正式に再出版され、世界的なベストセラーになります。完全な叩き上げのサクセスストーリーですよね。あらすじをざっくり言うと、2035年の火星を舞台に砂嵐の事故で一人取り残された宇宙飛行士マーク・ワトニーが限られた資材と知識を駆使してサバイバルする物語です。書き始めた当初は、ワトニーをどうやって火星で生き残らせるか考えていなかったそう。ウェブ小説ならではのライブ感ですね。読んだ感想は、面白かったの一言につきます。ただ、正直に言うと、下巻よりも上巻の方が断然面白かった。読み進めるうちに、だんだんと緊張感が緩んでいく印象を受けました。ピンチのシーンはたくさんあるんですが、途中から、どうせうまくいくんでしょう、としか思えなくなってしまって。ごめん、ワトニー。ずっと命がけなのに。本作の最大の魅力は科学描写の細かさ。著者のウィアーは15歳から国の研究所でプログラマーとして働いていた自称科学オタクで、その本領が存分に発揮されています。どうやったらそんなに細かく調べられるのと思うくらい理系の要素が盛りだくさんです。個人的には同じウィアー作品のプロジェクトヘイル・メアリーの方が好みでした。あちらは異文化との交流や言語学など文系的な要素も含まれていて、より多くの人が楽しめると思うんですよね。それに比べると火星の人は徹底的に理系より、もちろん面白いんですが、全体的な感動の大きさではプロジェクトヘイル・メアリーに軍配が上がりました。
もう一つ引っかかったのが、一人の宇宙飛行士を救うためにそこまでするという疑問。小説の中では人間は助け合うものだと理由付けされていますが、昨今の世の中を見ているとそう楽観的にもなれないなと思ってしまいました。とはいえ、読んでいる最中にどんどん火星に興味が湧いてきて、ナショナルジオグラフィックの映像を見たんですが、これがまた面白かった。NASA の火星探査車スピリットとオポチュニティという双子の探査機は当初90日間の稼働を予定していたのですが、その日数をはるかに超えて火星の地質調査を続けた伝説の探査機たちです。スピリットは2004年1月に火星に着陸し、約6年にわたって活動。オポチュニティに至っては2004年1月25日に着陸し、2018年6月に大規模砂嵐で通信が途絶えるまで稼働し続けました。We Are が本作をウェブで連載し始めたのが2009年。自費出版が2011年のこと。ちょうど火星探査機たちが活躍し、世界中が火星に注目していた時代と重なるんですよね。その熱気が本作の細かすぎる科学描写の背景にあるんだとしたら、なんだか納得できる気がしました。理系 SF 好きの方、ハードなサバイバルものが読みたい方には、ぜひおすすめしたい一作です。11作目は SF 小説から、野崎まどさんのタイタンです。思考の AI タイタンにより社会が平和に保たれた未来が舞台の作品です。あらすじを紹介すると、人類が仕事から解放されて自由を謳歌している未来で趣味として心理学を学んでいる内修正家のもとに世界でほんの一握りの就労者であるナレインが現れます。ナレインが彼女に持ちかけた仕事というのが突如として機能低下を起こしたタイタン、コイオスのカウンセリングでした。帯には無職の私は働き疲れた AI と旅に出たと書かれています。旅に出るのは比喩ではなく、主人公とコイオスが仕事とは何かという答えを見つけるためにロードムーディーさながらの旅をするお話です。読んでみての感想は、買う前に思っていたものとは違ったです。まず、これ小説なのかなと不思議に思いながら読み進めていたんですが、最後まで読むと、これは作中作で主人公の自伝だったという設定が明かされる仕掛けになっていました。また、途中から自己啓発本を読んでいるような感覚になってきて、正直ちょっと読むのがしんどかった。仕事をしたことがない人々の視点から、責任を伴うこと、嫌いな人とも付き合わなければならないこと、精神疾患を発症する恐れがあることなど、現代の私たちが当たり前に経験していることが、未来のユートピアの人々には過去のディストピアのように映るという反転の構図は、なるほど、面白い着眼点だと思いました。ただ、主人公と AI の友情に素直に感動できなかったんですよね。これは私がひねくれているだけかもしれませんが、アニメーションを見ている感覚で小説欲を満たすにはちょっと物足りないと感じました。気になったのは、登場するキャラクターたちが仕事をしているか、積極的に活動している人ばかりだということ。主人公の聖火も趣味として心理学を学んでいて、割と活発な人です。だからこそ仕事もなく趣味もなく、ただそこにいるだけの人は現れないのかなと思いました。もっと未来の価値観にどっぷり使った無気力だったり生産性のないことだけしているキャラクターがいたら、仕事とは何かというテーマがさらに立体的になった気がします。それは本作で語りたいこととはずれてしまうのかもしれませんが、本作は第41回日本 SF 大賞の最終候補作にも選ばれた作品なので、仕事や AI というテーマに興味がある方、哲学的な問いを物語の中で考えるのが好きな方は、ぜひ手に取ってみてください。12作目は一般書から、横山和樹さんの日本史で学ぶ経済学です。感想は、経済学初心者には難しかった。エンフォースメント、インセンティブ、コミットメント、カタカナで表現される経済用語がなかなか想像しづらくてつまずきました。でも経済学の視点で見る歴史の話はとても面白かったです。本作は歴史は考えるヒントの矛だという切り口で経済学の基本と現代の経済問題を過去の史実から学ぶ本です。本書は7つの章に分かれています。1、貨幣、2、インセンティブ、3、株式会社、4、銀行危機、5、取引コスト、6、プラットフォーム、7、教育。これらについて歴史上の出来事を具体例として挙げながら現代の経済問題を考えるヒントを教えてくれます。この7つの項目だけ見たら難しそう、お堅そうってイメージしか湧かないんですが、中身を読むと聞き覚えのある単語もたくさん登場して、それらがどう経済学と絡むのか好奇心がくすぐられました。例えば織田信長や徳川吉宗、三井家など知った名前が登場したりとか、昌平や楽市、落座、律令制など、は聞いたことあるけどどんな意味だっけとなる単語が登場したり、個人的には経済学の知識を身につけるというよりは歴史上あった出来事を知ることを目的に読み進めていました。特に面白かったのが第5章の取引コストの話。江戸幕府8代将軍徳川吉宗が行った享保の改革を例に、組織の中で生じる無駄なやり取りを削減して効率化を図る話が展開されます。吉宗は現代でもよく取られる人件費カットに頼ることなく10年ほどで幕府機構の非効率な体制を改善したそうで、
具体的な方法は本書を読んでいただきたいのですが、令和の働き方改革より賢いかもとちょっと思いました。第6章のプラットフォームの話も興味深かったです。内陸部の領地では生活必需品の塩すら手に入らないこともある戦国大名たちが、兵士たちの衣食住を保障するために商人たちが商売をしたくなるような場を提供したという話。織田信長をはじめとする戦国大名たちが現代の Google や Amazon、イオンといったプラットフォーマーと一緒だった視点は、そう見ると面白いなと素直に思いました。本書を読んで日本史の授業で習った制度が何を解決するために作られたのかを改めて考えるきっかけになりましたし、本書に出てきた例以外にも自分で調べてみたくなりました。歴史を入り口に経済学の考え方に触れられる一冊です。歴史好きな方も経済学が気になる方もぜひお手に取ってみてください。13作目はミステリー小説からデイビッド・バルダッチの完全記憶探偵エモス・デッカー、ラストマイルです。完璧な記憶力を持つ異色の探偵が20年前に封印された冤罪の謎を追う物語です。実は1月のチャレンジ対象作品を紹介する動画で、本作はシリーズ第2弾だが1作目を読まずに読んでいいのかと疑問を呈していました。結論から言います。1作目から読んでください。本作の主人公エイモス・デッカーが完全記憶能力を持つに至った経緯や彼の過去が1作目に描かれていて、それを知った上で読むと物語への没入感が全く違います。また2作目は1作目の本の数日後から始まる実質的な続きものでもあるので、ぜひ第1弾の完全記憶探偵から手に取ってみてください。2作合わせたら4冊かとちょっとハードルを感じてしまうかもしれませんが、謎の吸引力が強くてあっという間に読めてしまいます。私の場合、キリのいいところまで読んでふと時計を見たら朝の4時でした。寝る時間を削って読み進めるほど面白かったです。ではここで主人公のデッカーがどんな人物か紹介しておきます。もともとアメフト選手だったデッカー、プロ入りした第1試合目で相手選手と激しく接触し、2回心肺停止。生還した後にあらゆることを完璧に記憶する完全記憶能力と物が色づいて見える共感覚を持つようになりました。その後、能力を生かして刑事として働いていた彼でしたが、愛する妻と子供、妻の兄が自宅で殺害されるという最悪の事件に遭遇します。完全記憶能力のせいで家族の最後の姿が脳裏から離れないデッカー。私の中で完全記憶の能力者といえば漫画探偵学園Qに登場する少女メグなんですが、彼女の場合も忘れられない苦しみが描かれていましたね。何でも覚えられるなんて最高と思いきや、その代償が辛すぎます。実際デッカーもあまりの辛さに耐えきれず、刑事を辞めホームレスになってしまいました。このままではいけないと私立探偵になるも危ない仕事も多いし、貧乏のままだし、自暴自棄になり出来太り、もともとアメフト選手で身長が高かったこともあり、太った後はまるでトラクターのようで、とても主人公とは思えない風貌をしています。人格すら事故で変わってしまったという設定で、回りくどい言い方や人を気遣ったもの以外一切できません。これってハードボイルドっていうのかなと思いながら読んでいたんですが、そもそもハードボイルドって何でしょうね。調べたら、感情を表に出さずタフに生きる男性像を描いたスタイルのことらしいので、デッカーはちょっと違うかもしれない。彼はむしろ人と関わる術を失ってしまった人間という感じです。そんな中でもなんとか刑事時代の仲間らと協力しながら家族を殺害した犯人を追うというのが第1作目です。第2作目は FBI 特別班で働くことになったデッカーが担当する新たな事件についてです。それはデッカーが大学フットボール時代に対戦した当時のスター選手メルディウマーズに関する事件です。メルディウマーズはプロ入りの直前に両親殺害容疑で逮捕され、20年間服役してきました。ずっと無罪を主張してきましたが、最後の再審請求も棄却され、死刑が宣告されます。しかし、死刑執行まであと5分というタイミングで真犯人が現れるのです。同じ元フットボール選手として、またかつて家族を殺された者として、デッカーはこの事件に他人事ではない思いを抱きながら、20年前の謎に挑んでいきます。デッカーは最強とも思えるような能力を持っていますが、記憶していないことはわからないため、地道に捜査、推理するしかありません。自ら危険に飛び込んでいく場面も多く、その度に読者はハラハラさせられます。決して最強の探偵ではないところが、読んでいて一番好きなポイントでした。著者のデイビッド・バルダッチはバージニア大学のロースクール出身で、9年間弁護士として働いた後に作家へ転身。作品は45カ国語に翻訳され、80カ国で読まれている人気作家です。夜更かし必至のスリリングなサスペンスが読みたい方に、ぜひおすすめしたい一作です。14作目は歴史小説から、役田直樹さんの海賊と呼ばれた男です。第10回本屋大賞受賞作で、出光興産創業者の出光佐三をモデルとした主人公、国岡鉄三の一生と、その会社、国岡商店が大企業にまで成長する過程を描いた作品です。出光といえば、髪がなびく太陽神アポロの横顔のマーク、ガソリンスタンドで馴染みがある方も多いと思います。
その創業者を小説でどう描くのか楽しみにして読み始めました。まず興味を惹かれたのが主人公国岡鉄三のルールに対する向き合い方。計測器が違法だと言われれば、海の上で正確に測れる計測器に対応していない法律が古いと言い、売ろうとした油が規格に反していると言われれば、その規格が現実に即していないから変えてくれという、頭ごなしにルールが悪いと叫ぶのではなく、そのルールは本当に正しいか、時代遅れになっていないかを納得できる理由とともに問い続ける姿がとにかくかっこいい。1945年の終戦後、海外事業のすべてを失いながらも、従業員を誰一人解雇することなく復興に奮闘し、石油事業に乗り出していく姿も力強かったです。どの会社も従わなかった石油タンクの底さらいをやり、専門外のラジオ修理や漁業など、とにかく何でもやって社員とその家族を食べさせました。人情に溢れていて、この人についていきたいと思わされます。構成も秀逸でした。第1章は玉音放送の場面から始まり、すでに60代になった鉄三が戦後の廃墟から這い上がる姿を描きます。そこから第2章では幼少期に戻り、第二次世界大戦が終わるまでの歩みが語られます。もし、第1章と第2章が逆で、幼少期から順に語られていたら、戦争に向かっていく過程が辛すぎて、途中で読むのをやめてしまう人も多いと思うんですよね。でも、先に復興していく希望を見せておくことで、その辛い時間も我慢できる。うまいなと思いました。途中、事実の羅列が続く箇所は歴史の教科書を読んでいるような感覚になりますが、ビジネスや近代史に興味がある方にとっては読みどころでもあると思います。第3章からは第1章の続きとなり、クライマックスへ。読んでいて興奮したのが、イアンから石油を買い付けるくだりです。当時、イアンの石油はイギリス資本の石油会社に牛耳られており、イアンが石油の国有化を宣伝したことで、イギリスが経済封鎖を敷きました。他のタンカーがイランへの接触を避ける中、鉄三は極秘裏にタンカー日潮丸をイランへ派遣し、ホルムズ海峡を通過し、石油を日本に運び帰ります。これが世界を震撼させた日潮丸事件です。実はこの小説と今の時代は密接につながっています。この動画を公開する少し前の2026年4月末、ホルムズ海峡がイランによって事実上封鎖されている状況の中、出光興産系列のタンカー、出光丸が海峡を通過しました。駐日イラン大使館は SNS に日潮丸の画像を投稿し、両国間の長きにわたる友情の証とアピールしたんです。1953年の日潮丸事件から73年後、その縁が今もつながっていた。小説を読んでいなければ、このニュースをここまで実感できなかったと思います。ところで読んでいる途中から気になっていたのが登場人物たちのモデルです。本作は人名と会社名を架空のものに変えていますが、主要人物には実際のモデルがいます。主人公の国岡鉄三のモデルが出光佐三、国岡商店のモデルが出光興産というのは有名ですが、他にも鉄三の側近として活躍する東雲正のモデルは石田正美という人物で、後に出光興産の3代目社長を務め、経団連の副会長にもなった方。抜擢の国岡正明のモデルは弟の出光圭介で、後に出光興産の2代目社長になりました。日潮丸の新田達夫船長は実名のまま登場しています。また、鉄三の独立を資金面、精神面で支えた恩人、飛田重太郎も実名のまま登場しています。これほど重要な人物だからこそ名前を変えなかったのかもしれないですね。小説はやはり主人公がかっこいいシーンを抽出して一作品にまとめているような気がするので、出光興産に関するノンフィクションの本なんかも読んでみたいと思いました。今の日本に出光佐三のような人はいるのか、出光創業当時のような精神を受け継いでいる人はいるのか、読み終えた後、そんなことを考え続けました。今のアメリカとイランの情勢が気になる方にもぜひ読んでほしい一冊です。以上、積読本100作読破チャレンジ4月の進捗報告でした。9冊読んでも6作品、100作チャレンジじゃなく100冊チャレンジにするべきやったかな。そろそろ読むピッチを当てないといけませんが、小説公募の締め切りが次々と迫っているんですよね。時間の使い方が上手くなりたいです。次回、5月の進捗報告は6月頭に公開予定です。ぜひチャンネル登録をしてこのチャレンジを見守ってください。また、よろしければ皆さんも一緒に積読消化チャレンジをしましょう。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。